さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。おやすです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、前から私もやりたかった、サイコパス系闇キャラの描き方。サイコパス系闇キャラなんだそれまあなんでよ、でもなんとなくみんな、あーってなってるはずよ。要はなんか漫画とかアニメの中でよく出てくるさ、なんていうの、闇系キャラっているじゃん。ちょっと病んでるキャラとか、中二病キャラとか、ちょっとサイコパスな感じのキャラっていうか。要はそういうのってさ、絵描きの中ではさ、誰もが一瞬通る性癖というかさ。まあでも、新本先生が中学生の頃ねとかみんな見たことあるかもしれないけど、出てるからね、これ。めっちゃ書いて、めっちゃ書いて。なんかそれっぽいやつってことね。そう。そういう、みんなにも絶対描きたいって人が一定数いるわけだと思うから、そういうキャラを今回は描けるようになるための描き方を教えたいと思います。なるほどね。そう、なんか今回結構ボリュームがあるので、見たら絶対みんなね、描けるようになるし、何も描きたくなるはずだと思いますので。まあ中二になろうってことそう。ぜひ最後まで見てください。それでは早速やっていきましょう。はい。じゃあ、まず早速書き方を教えたいんだけども、まあその前に一応とは言ってもいまいちピンときてない人がいると思うから、まあなんとなくこういうイメージですよみたいなのを分かりやすく伝えたいと思います。ここにいますシンディちゃんと S 君だ。これいつも通りの私の書くシンディちゃんと S 君です。で、これを私なりにちょっとその闇テイストにしてみたら、どうなるかちょっとこういう感じになっていきます。なんとなくみんなわかるよ。私の言いたいことはわかるよね。これ色とかつけたらもっといいかなと思うんだけども、まあ、なんとなくこういう通常のキャラがいるとしたら、こっちに寄せていけるような。今回誰もがそれを簡単にできるようなやり方を教えたいと思いますので。自分がいつもこういうキャラ描くときに、ちょっとそういう闇系のキャラにしたいなって時に、これできるってことね。できるし、なんか自分ですぐ好きで描いてるつもりのうまく描けないなって人いると思うから、ぜひ今回はそれをうまく描くための方法を教えますね。じゃあ、こっからは、どんどん闇系キャラにしていくための大事なパーツをいっぱい紹介していきたいと思います。じゃあ、まず、大きく分けて2つ要素があるんだけども、それが見た目の部分のパーツ。で、もう一つが、内面的な表情とかのパーツがあるので、先に、まず見た目のパーツを一気に教えたいと思います。じゃあ、まずは、もう誰もが一番好きで気になるだろう、目の描き方です。じゃあ、何個もどんどん今紹介していきます。目、今ざっくり描いてます。今回特に大事なのは瞳の中の部分のデザインだと思うので、瞳のこの外側、上まぶた、下まぶたっていうのは、正直いつも自分が描くキャラとか、その元にしたいキャラとかがあるだろうから、まあその形のデザインに由来していいのかなと思います。で、まあ強いて言えばね、結構まつげバッシリ描いてあげたいとか、涙袋をしっかり描いてあげる系の方が、まあ闇系キャラには見えやすいけど、まあそれは元のキャラがあるだろうから、まあ絶対ではないですっていう感じ。じゃあ今回瞳の中について教えていきます。まず一つ目なんだけども、ぐるぐるです。瞳の中にとにかく渦を描く。それはこういう形の渦でもいいし、こうやって円を何重にも重ねていく渦でもいい。なるほどね。でもとにかくこういうのを描いてあげると、ヘラヘラして狂ってるみたいな雰囲気が出やすく、誰でも簡単にできる、すごい簡単なやり方です。まあ口はなんか笑ってたり、メタモンみたいな口描いてあげるとね、ちょっと雰囲気よりいいかなと思います。で、次二つ目。真っ黒です。もう完全に闇落ちのキャラ。そう、まあめっちゃ塗りつぶすだけ。ただなんか白黒とかでやった時とか、なんかまあカラーでもだけど塗りつぶしすぎて、私は真っ黒に塗りつぶしちゃうの全然愛だと思うけど、ちょっと味気ないなって時は、下の方だけちょっとこう斜線で薄くしてあげると、ちょっとテクニカルに見える。上は濃くて下は薄いみたいなね。そう。はい、次はですね、ハートのハイライトです。さっきの真っ黒く塗りつぶしたやつの中心に、ハートでハイライトを入れてあげるっていう感じ。なるほどね。これは、表現次第では病んでるっていうよりももう好きラブみたいな雰囲気でも使えるんだけど、やっぱ周りを真っ黒系の濃い色にしてあげると結構病んでるなんか感じにもで、なんか盲目になりすぎちゃった感じみたいな。重い系女子みたいな。重い系女子みたいな、そういう感じ、地雷系みたいなね。そういう系になりやすいので、まあ結構一個簡単だし覚えておくといいんじゃないかなと思います。さあ、4つ目こちら、目の中点です。これは、まあほんと簡単です。瞳孔だけを描くパターンで、まあこっちが真っ暗としたら、こっちは塗りつぶさなかったパターンみたいな感じなんだけども、まあ正直こういう
目のキャラもいるっちゃ普通にいるんだけども、なんかね、焦ってる感じとか、やっぱりなんかちょっとこう追い詰められてる感じとか、そういうのが出やすかったりするので、なるほどね。なんかそういう表現として簡単だしね、覚えておくといいんじゃないかなと思います。まあ正直これ以外にもたくさん目の中の表現っていうのはあるから、まあ自分なりにいいのを探してみてほしいし、あともう一個ちょっと最後に教えたいのは、まあ目って基本的にはみんな左右対称に描くと思うんだけど、闇系キャラを描く場合だけは、なんかこうやって左右非対称な感じでもいいと思うし、本当だ。両目のデザインを揃える必要もなくて、なんか左右でこうやってデザインを変えるのもいいと思うし、本当だ。さらに言うと、これどんな目にもいいと思うのが、さらに目の下にこういう感じで、クマを描き足してあげるのもいいと思う。色を塗るならね、紫とか青っぽい色がいいかなと思うんだけども、なんかそういうクマはどんなキャラにも正直描いてもいいけど、やりすぎて絵がよくわかんなくなっちゃうといけないから、まあそれはちょっと自分の中での好みとかのバランスを見てやってみてください。でまず一番簡単に取り込めやれるし、みんなが好きだろう目です。さすがだね。やっぱ描いてただけある。めちゃめちゃわかりやすいわ。もうずっと好きだから。ずっとこじらしてるから。じゃあ次行きたいと思います。はい、じゃあ次に、髪型について説明します。まあ正直髪型は私は何でもいいかなとは思ってるんだけど。まあ人それぞれある、人それぞれだから好きな髪型でいいかなと思ってんだけど、それでも比較的まあこういう系が多いかなって髪型を3つ紹介します。まあすでにここに若干顔だけ病んでる人たちが何人かいるけど、じゃあ1つ目から描き方説明していきます。まずは、まあ、後ろの髪はあんま関係ない。正直どんなキャラでも使いやすい王道。前髪が長めです。じゃあまず一つ目はこんな感じ。まあ、とにかく前髪を長めに描く前髪長めヘアです。もう目が隠れるぐらいまで描く、そうね。まあ、ポイントとしては目の下までもう毛を出してあげるってイメージで、目に毛が被ることも恐れずに線を引くっていう感じ。今私アナログだからこれだけど、実際はこうデジタルの人とかこの後線を消してもいいと思う。目の周りとかアナログの人もね。まあ、こういう感じで、目の下まで毛を描いてあげることで、まあちょっとやっぱ病んでる感とか出やすいし、まあマのキャラはわりかしどんなキャラでもこのパターン多いんだけど。まあ前髪がめっちゃ長いからね。そう。まあやりやすいので一つ目のおすすめです。じゃあ次二つ目。二つ目は、パッツン前髪ちょっとで髪の毛キャラです。むずい。名前なんかよくわからん。なんて言えばいいか、ちょっとわかりやすく下に拡大図を描くけど、まあ、よくあるパッツン前髪っていうのは、こう下が切り揃ってて、まあこういうことだよね。わかるよね。こういう感じだっていうのはね。これを、こうね、切り揃ってる中に、数本ちょろっていう毛を出してあげるの。なんか漫画とかで見たことあると思うんだけど、このパターン。あるかもしれない。いや、このパターンの何がいいって、ただのパッツンでも正直悪くはないんだけど、要はざっくり自分で髪の毛を切っちゃった感のそのだらしなさみたいなのが出るんだよね。で要はちょっと病んでる感、要は勢いで髪切ったやつみたいな、いっぱいキャラ用意したら絶対一人がいると思う。いるんだよ、確かに。だから、このパターンのキャラは意外と使いやすいし、絶対覚えてる方がいいと思うので、ぜひよかったらこの私も正式名がね、パッツン前髪ちょいで前髪。本当にそれが合ってるかわかんないけど。っていう感じです。じゃあ次、最後いきます。最後はこちらです。もはや私が教えるまでもなくみんな知ってると思うんだけども、やっぱこう地雷女子系ツインテールヘア。これもう新本先生が本当に描くやつ。まあこの髪型ツインテール自体は結構ね、描いたことある人。女の子描ける人の多いだろうしね。まあそうだよね。まあより地雷女子っぽくするには、前髪をなんとなくこう直線でシャッシャッシャって描くよりも、こう先っちょをちょっと巻いてるようなこういう形で描いてってあげること。なるほどね。で、こうなんか数本こう、なんか眉毛のところに出るようにこう出してあげて、こっち側にまた分けてあげるみたいな感じの前髪作ってあげると、まあ、よりこうコテで巻いた感みたいな髪型になりやすく、より時代女子感が出るんじゃないのかなと思います。ということで髪型はざっくりこんな感じ。まあ、あとは後ろの髪型とかはどんな髪でも自由に組み合わせてみてください。じゃあ次のパーツです。次のパーツが正直今回の企画では一番大事。
これなのよ、私が結局はみんなが知りたくて教えたかったことはね。なるほどね。それがですね、小物類になります。さっきだから、キャラについては絆創膏とかピンとかそういうやつ。そういうやっぱね、いかにそういう闇系キャラとか自分の好きをみんな盛り込むには、やっぱりあとはもう小物でデコっていくしかないし、これ系のキャラっていうのはとにかくゴテゴテしてる方が結構いいことが多い。ので、ざっくり初心者でも簡単に描けるパーツアイテムを今から紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目ね。はい、簡単です。これ、バッテンピン。もう正直書き方もない、もう細い線をこう2個重ねればいいだけ。ポイントとしては髪の毛とかのところにこうやってね、つけてあげたり、もう何個つけてもいいと思う。色をつける場合は、なんか色変えたりすればね。そうそう、カラフルな場合でもいい、真っ黒でもいい、もうほんとお好み。バッテンピンは一番最初に描きやすいのでおすすめです。2つ目はこちら、ハート。でもさらに言えばこの黒ハート。真っ黒く黒いハートは結構、なんていうか、普通のハートかは可愛い系でよく使うモチーフだけど、なんかこうやっぱ病んでる女子とかに使いやすいアイテム。でさ、もう一個、ひび割れハート。ハートを描いた後真ん中にこうギザギザを足すパターン。色は同じでもいいし、左右で描いてもいいと思う。これもちょっと病んでる感が出やすい。ので、キャラのどっかにね、使ってみてください。はい、次はですね、十字モチーフ、十字架モチーフです。なるほどね。シンプルにバッテンピンみたいな感じで、四角十字架描いて、どっか置いてあげるでもいいと思うし、ちょっと細かったりディティール描いてあげると、シルバーアクセサリーみたいな感じにもなるし、なんかこう黒十字架にこうフリルみたいにつけてあげたりとか、レースつけてあげると、ちょっとゴシックみたいな雰囲気出たりとか。ほんとだ。とにかく、なんだかんだ使いやすいアイテムですので、よかったら覚えておいてください。なんでこんな知ってるのすごくね。じゃあ次です。はい、次はこちら、ドクロ骸骨モチーフです。これはリアルで描くとすごいかっこいい感じになるけど、超やりすぎるとビジュアル系キャラみたいになってきちゃうから、私的にはこれぐらいのデフォルメで描いてあげるのが、こういう系のイラストでは使いやすいんじゃないかなと思う。で、イメージなんだけど、一番イメージしやすいのはみんなキノコのマッシュルームわかる？あれを描く気ないの気持ちで描くとよくて、いいのは、まず丸を描きます。こういう感じで丸を。そこに四角いものを四角く描きます。で、あとはここに線を縦に2本ぐらい入れてあげる。そしたらあとこの先の今の縁の部分をなぞる、ここだけね、なぞる。で、目を描き足してあげる。鼻も好みで描き足してあげる。で、ここのいらなかった線は消す。これで誰でも簡単にこの十字ドクロ描けるようになると思うので、よかったらやってみてください。はい、次はこちら、眼帯です。眼帯ね。眼帯はもう男子キャラ、女子キャラ、どっちでもつけるとやっぱ病んでる感じすごい出てくる。で、眼帯を描く時のポイントなんだけど、要はまず自分の描くキャラの目に合わせて四角を描いてあげる。で、もう一個ぐらい内側に四角を描いてあげるとガーゼがついてるっぽいデザインに見えやすい。で、あと紐なんだけど、一番大事なのは、ちゃんと下側の紐が耳より下に行くこと。で、上側の紐が耳より上に行くこと。ここだけ意識してあげれば大きく間違うことはないんじゃないかなと思うので、それだけちょっと眼帯描くとき意識してみてください。眼帯はそうだな、あるな。白でもいいし、黒でもいいと思うよ。じゃあ次行きます。はい、次はですね、包帯です。いるわー正直これめっちゃいるわ顔に描いたけど、顔だと結構顔隠れちゃうから、こう腕とかね、二の腕とかさ、あと首とかさ、どこでもいいよ。なんか包帯巻いとくと病んでる感じ出ます。めっちゃいるわ。ということでよかったらアイテムの一つとして覚えておいてください。ちなみに包帯巻いてるキャラの時はこうやって切れ端をペロって出してあげると、絵に動きも出るし、ちょっといいんじゃないかなと思います。はい、次はですね、絆創膏です。あるね。これもう顔につける。指につける。もう体の至るところにつける。なんだったらこうバッテンにして髪の毛につけるとか。いくらでも応用は効くし、この絆創膏のここがただの絆創膏でもいいし、ここにデザインが入ってる絆創膏とかでも可愛いと思う。いるないるよね。使いやすい。これも本当に使いやすいので、ぜひ絆創膏めっちゃ描きやすいからね。はい、こちらです。お薬のカプセル。これもめっちゃ使える。要はアクセサリーとしていろんなところにつけてもいいし、なんか散りばめてもいいし、でこれ自体も描くの簡単で、縦長の潰れた丸描いたら真ん中に線をピッて一歩引くだけ、これだけだから、で半分だけ違う色で塗ってあげる、これだけで簡単なので、よかったらぜひアイテムとして一つ覚えてください。こんな感じです。
クマやウサギのぬいぐるみ。持ってるわこれなんでこんなみんな持ってるかってくらい持ってる。で、わ正直ただのテディベアでも可愛いし、まあこんな感じで眼帯をつけてあげるとかね。あと結構しっかり縫い目を描いたりとか、こう縫い目がすごいジグザグに縫われてるとか、目の部分がバッテンになってるとか、今言ったのをこう全部で組み合わせながら、ちょっとデコったようなこうデザインにしてあげるとより雰囲気出るんじゃないかなと。いや、すげえな、やっぱさ。思います。で、最後に今言ったものすべてにもう一個使える要素を教えたいと思います。液だれっていう要素なのね。液だれ？ちょっとここに最後ちっちゃい行書くね。はい。はい。まあこんな感じでね、どこを垂らしてもいいんだけど、ハートならこう一部がこう垂れているようにするとか、中の色味をこうちょっと垂れているように見せるとか、でもドクロだったらこうちょっと片目大きくなりすぎちゃったけど、片目だけこうさ、液が垂れてる、涙が垂れているようにしてみるとか、例えばシールとかのデザインだった時にこう縁があったりするじゃない、白縁が。その白縁の一部がこう垂れてるとかね。まあ何でもいいんだけど、この液だれデザインっていうのも一個使える。背景が垂れてるとかね、液がね。まあとにかく何でもいいんだけど、一個覚えとくとこの液だれデザインも結構闇系キャラの時使いやすいので、ぜひよかったら一個ちょっと、そういうのもあったなぐらいに覚えといてください。ということで、じゃあここで一回パーツおしまいです。じゃあ次、まあ私的には結構大事かなと思ってる。最後、表情に移りたいと思います。じゃあ最後に、闇系キャラの表情を教えたいと思います。正直私的にはこれもめっちゃ大事なことだと思ってるので。でもこれなんか一番大事な気もする。まあそういう風に見せるためにはね、ぜひいろんなパターンを覚えてってください。じゃあまず一つ目。はい、これめっちゃ簡単。無表情です。あるある。まあ無表情のキャラだったら何考えてるかよくわかんないからね、比較的描きやすいんじゃないかと思います。で、なんか描いてるのに無表情にならないっていう人はよかったら眉毛が真横のこう平行線になってるか、口が真横平行線になってるかをちょっと見てみてください。なるほどね。大体眉毛平行線、口平行線にしてたりすると、まあ無表情に見えやすいです。じゃあ次いきます。はい、こちらです。闇笑いです。なんていうか、このちょっと病みながら笑ってる、微笑んでるみたいな感じで、目はいつもよりちょっと細める感じで笑ってるのでね。で、眉毛もちょっと困ってるような垂れてる眉毛。で、口を大きくというよりも小さく笑わしてあげるのが、ちょっと何かを企んでたり、何かこう含んでる笑みだなっていう雰囲気が出やすくて、いいんじゃないかなと思います。じゃあ次いきます。はい、次はちょっと攻撃性の高い病み方のゲス笑いパターンです。目を左右非対称にしてあげたりとか、見開いたりとか、あと口をちょっと大きめに開けて、なんだったら刃を浸してみたりとかね。まあそういうような感じで、ちょっとこう攻撃的な雰囲気見せるっていう笑い方です。めっちゃシーモン先生が描くもんね。まあ私このゲス顔みたいなの好きだから。まあっていうパターンもよかったらぜひ覚えてください。じゃあ次。泣き笑いパターンです。まあとにかくね、目は泣いてる。でも口は笑ってるっていうパターンが、要は疲れ切った人間を表してるというか、まあそれだけだって感情が不一致な雰囲気とか、なんだか底知れない雰囲気とか、まあだから疲れてる人間といえばそうも見えるし、ちょっとおかしい人間といえばそうも見えるみたいな感じで、まあちょっと泣かせながら笑わせてあげるみたいなのやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、次がですね、テンパり笑いです。テンパってるってことか。そうそう、なんかまあ汗とかかきながら、口も笑わしたり、ちょっとなんかこうよだれみたいに吐いてもいいと思うし、目もぐるぐるでも別に違ってもいいと思う。とにかくなんか、みたいな感じで、超テンパっちゃってます、みたいなのも結構こういうキャラでは使う表現だったりとかするから、ぜひこのパターンも覚えてください。最後はですね、恍惚です。なんかこう、要は世間を若干見下してるけど、それに快感を覚えてるような、目をすごく細めて、眉毛とかを寄せてあげて、口を大きく笑わしたりしてあげたり、ほっぺに左線を引いてあげたりすると、そういう雰囲気出るんじゃないかなと。一番不気味だわ、こいつ。思います。ということで、まあ、比較的病んでる系キャラにね、使いやすい表情の6パターンを教えたので、これをさっきの今まで教えてきたいろんなパーツと組み合わせてもらって、もう自分の中にガチッとハマるような、ぜひ性癖キャラをみんな書いてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のシモンとシンと。バイバーイ。